さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、簡単にできる時短キッシュ、こちら紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日のキッシュの型なんですけど、18センチの底が取れる型を使っていきたいと思います。これ100円ショップにもあるんで、これだけ用意してください。はい、まずキッシュのパイの部分なんですけど、これも既製品のパイを使って作りたいと思います。これ大体でいいんで、適当なサイズにこうやって砕いていってください。はい、そしたらこれぐらいまで砕いてください。で、チーズですね、入れちゃいます。で、これ軽くこうちょっと混ぜてもらって、この後はレンジで温めるんで、チーズが全体に絡むようにしたいんですね。で、これを600ワットで温めていきます。はい、これ今ちょっと溶けてきたんですけど、こうやって混ぜてください。で、チーズが全体に散るようにやるのが結構ポイントです。はい、これさっき温まったやつですね。これ全部一気に流して、これ今パラパラで全然くっついてないように見えるんですけど、もうそんなの全然気にしないでください。これをちょっと押し広げていくんですけど、ちょっとこれで器作っていきます。はい、これゴムベラじゃなくて、こうやって底が平らになったグラスとかで押すと、こうやって押していくと結構綺麗に器作れるので、やってみてください。こうやって押していきます。で、ちょっとモロモロしてるんですけど、これ大体で器ができてればバッチリ OK です。最終的に卵の液体流して、それを焼けば固まるので、そんなに気にせず器を作ってやってみてください。結構雑な方がサクサクして美味しいので、もう雑で大丈夫です。さあ、できました。これぐらい縁までしっかり生地が来てればバッチリ OK です。はい、これキッシュの具材なんですけども何でもよくて、とりあえずベーコンですね。適当に切っていきます。もうあるもので全然いいので、皆さんサイズとかも気にせず残り物を切ってもらったらいいと思います。はい、これ具材切り終わったので、これを炒めていきます。はい、じゃあこの後キッシュに入れる卵液を作るんですけど、牛乳と生クリームをちょっと容器に入れて、で、ちょっとレンジで温めたいと思います。はい、これ卵なんですけど、2個分割っといてください。はい、これ今液体しっかり温めてます。で、卵はこれちょっと軽く溶いて、2つを合わせてください。で、これ温めてる理由は、この後これをキッシュに流して焼くんですけど、温めとかないと綺麗に簡単に火が入っていかないんで、冷たい状態で焼いていくと全然綺麗に美味しくできないので、温めてます。結構キッシュって言ったらみんなナツメグとかスパイス入れるんですけど、もし入れるとしたらこのタイミングで入れてください。あとはこれを流して焼いていきたいと思います。はい、これここからチーズを乗せていくんですけど、これさっき土台の混ぜるのに使ったやつですね。で、これ市販のやつでちょっと塩味が強いんで、乗せすぎ注意なんですけど、いっぱい乗せた方が美味しいんでいっぱい乗せます。はい、これちょっと任意でいいんですけど、これ粉チーズですね。で、粉の方が結構キッシュってこうパイとかの部分にもチーズ結構乗っかってカリッと焼けるんで、僕は粉チーズの方が好きなんですけど、2種類用意するのが大変だってことであれば最初のだけでもいいです。こんな感じですね。これで焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。めちゃくちゃいい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。これ見て、押し固めたと思えない。めちゃくちゃ美味しいですよ。カフェで出せるんじゃないかな。さあ、ありがとうございます。これちょっとポイントのおさらいですね。これチーズをあえてこの土台を作ったんですけど、チーズ自体に結構塩味がきつくついてるので、アパレルでこの卵液の部分には塩コショウほんのりちょっとだけしか入れてないんですよ。
なので、あんまり入れずに、チーズの部分の味を食べてから、塩味の部分は調整してください。あと、中に入れる具材も、今回この3種類でやったんですけど、別にじゃがいも入れたりとか、トマト入れたりとか、何の味も全然できるので、そこもアレンジしてやってみてください。もうね、簡単すぎて、ポイントがないっていうのが逆にポイントなぐらい簡単なので、ぜひやってみてもらえると嬉しいです。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。